しじゃ浮き見堂魅力じゃ。今回はセガサターン屈指の名作であるナイツ・イントゥ・ドリームスの続きをプレイしていくのじゃよ。と言っても前回クラリスでステージ3までクリアしたので、今回は最終ステージのステージ4とエンディングじゃ。豪快にネタバレになるので、自分の力でクリアしてみたいという人はここで視聴をやめることを推奨するのじゃ。あとはエンディングをじっくり見ていただきたいので、トークも少なめなのじゃ。ステージ3までを C ランク以上でクリアすると、隠されていたステージ4がプレイできるようになる。このステージ4はクラリスもエリオットも同じステージ構成じゃ。ステージ4はツインシーズ。くしくもクラリスとエリオットが暮らす町の名前と同じじゃ。サブタイトルは成長じゃな。今まで通りイデアパレスに囚われたナイツと同化しようとするが、ナイトメアの支配者ワイズマンによって防がれてしまう。そして飛ばされた先ははるか上空に浮かぶ岩の塊の上。どこにも行き先はない。それでもクラリスは勇気を出してその一歩を踏み出す。そのまま地上に落下したかに思えたが、なんとクラリスはナイツと同化することなく空へと舞い上がった。ナイツの力を借りることなく、クラリス自身の力で空を自由に飛べるようになったのじゃ。それがどういうことを示すのか、前回の動画を見ていただいた人はすぐに分かっていただけたと思う。勇気を持って踏み出すことで、彼女は自分らしく行動できるようになった。まさしく成長じゃな。最終ステージじゃが、ナイツと同化していないこともあり、若干今までとルールが異なっている。ブルーチップを20個集めてイデアを取り戻すのは同じじゃが、イデアパレスがないので、イデアキャプチャーからイデアを取り戻した後は、そのまま次のコースへと進んでいくことになる。また、時間制限も1コース3分だったのが、4コースすべてを3分でクリアしなければならないのじゃ。やはりナイツほどの力はなく、空を飛べる時間も短くなっているということじゃな。あとはナイツではないためパラルートも使えなくなっているのじゃ。はっきり言って何周もしている余裕はないので、リンクをつなげつつアイテムをできるだけ取り逃さないように早めにクリアするのがランク A 獲得のポイントじゃ。慣れないうちはコース4までたどり着けずにタイムオーバーになったりするのじゃよ。だんだんとこのステージの最初でナイツが閉じ込められていた特別性のイデアパレスが見えてくる。目的地はこのイデアパレスじゃ。ここはとにかく風船が邪魔なんじゃよ。破壊すればスコアは稼げるのじゃが、いきなり上空に連れて行かれるのが困るのじゃ。特別性だけあって、ここのイデアパレスはクラリスだけでは解放できないらしい。同じような体験をしたであろうもう一人の主人公、エリオットが来ることで、やっとナイツを解放できる。いよいよ、ナイトメアの支配者であり、ナイツの生みの親でもあるワイズマンとの決戦じゃ。このステージでは、同じようにナイツと同化したエリオットと一緒に戦うことになる。エリオットは自動で戦ってくれるので、あまり気にしなくて大丈夫じゃ。ワイズマンはいろいろな方法で攻撃をしてくるので、避けながらとにかく接近するのじゃ。
本体にダメージを与えたらすぐに反転して少しでも距離を縮めるのじゃ。次は隕石バリアじゃ。なかなか距離感がつかみにくいんじゃよ。今度は雪玉攻撃じゃ。これも距離感が分かりにくい。空中から一気に攻撃するのはなんかかっこいいな。そして最後は竜巻攻撃じゃ。これも中央部は抜けられるのじゃが距離感がいかれる。とりあえずついにワイズマンを撃破じゃ。ナイツとの同化が解けて2人とも元の姿に戻ったのじゃ。そしてナイツとも別れの時が訪れる。本作には基本的には4つのエンディングが存在する。クラリス単独でクリアした場合のエンディングとエリオット単独でクリアした場合のエンディング、これがまず2つじゃな。これはクラリス単独でクリアした場合のエンディングじゃ。目覚めたクラリスはオーディションに挑むことを決意する。一瞬不安にとらわれるクラリス。しかし彼女にはナイツとの冒険で手に入れた力、本当の勇気がある。勇気を持って一歩踏み出せば空も飛べる。自分の中の勇気を信じれば現実も変えられる。ナイツとの冒険をきっかけに彼女は自分を信じられるようになったのじゃ。もしかしたらまた不安や恐怖にとらわれてしまうことがあるかもしれない。そんな時もきっとナイツは夢の中にいる。ほんの少し勇気を出せば現実は変わることを思い出させてくれるのじゃ。そしてエンディングで流れるのが名曲ドリームスドリームスじゃ。この曲はいくつかのアレンジバージョンがあるが、一番有名なのがこのキッズバージョンじゃ。クラリスとエリオットの2人が歌っ
ているイメージじゃな。わしの大好きなゲームソングの一つなのじゃよ。そして最後にはエリオットでもプレイしてねとユナイツからのメッセージが表示される。つまりクラリスでクリアした後にそのデータでエリオットでクリアすることで見られるのが新エンディングなのじゃ。逆にエリオットでクリアした後にクラリスでクリアしたバージョンもあるので、これで合計4つのエンディングじゃな。ここからは真のエンディングじゃ。通常のエンディングは部屋で目覚める場面からだったが、その前に夢の世界ナイトピアでの場面が追加される。そう、クラリスとエリオットはお互いに面識はないままなのじゃよ。最後に一緒にワイズマンと戦っただけじゃからな。これはナイトピアの住人、ナイトピアンじゃ。ここからは通常のエンディングと同じ展開に戻る。通常のエンディングにいくつかシーンが追加されているのが新エンディングなのじゃよ。
そしてここからがまた新エンディングでの追加シーンじゃ。後の100周年イベントの日、エリオットはふと見かけたポスターにある予感を感じる。そう、彼女に会える予感。あの夢が自分だけのものではなかったこと。ナイツとの夢の世界での冒険が嘘ではなかったこと。二人の出会いはそれを教えてくれるのじゃ。セリフなどがなく映像のみの演出であるがゆえに、このエンディングを見て感じることは人それぞれとなる。だからこそ本作のエンディングは多くの人の心に残るのだと思うのじゃ。そして全てのコースを A ランクでクリアした場合は、この新エンディングのスタッフロールで流れるドリームスがちょっと変化する。In a dream I can see you're not far away. Anytime, any place I can see your face. You're that special one that I've been waiting for, and I hope you're looking for someone like me. In my dreams, I can hear you calling me in the night. Everything's so sweet in your eyes. I feel there's so much inside. In the night, dream delight, I want to see you standing there. In the night, dream delight, I found someone who really cares. In the night, dream delight, I want to see you smile again. In the night, dream delight, you're the one I waited for. そう、大人のボーカルによるアダルトバージョンとなるのじゃ。これも成長した2人が大人になったことを思わせる演出で素晴らしいと思うのじゃよ。There's nowhere I'd rather be but here with you. The stars above light the way only for you and I. I'm so glad I found the one I've been looking for. Keep the dream of the one you hold. 新エンディングではスタッフロールの背景のイラストも少し変わっているのも良いな。 Just be strong, Just be strong. and you're sure to find the one, the one, the one, the one. Dream delight, I want to see you standing there. In the
幼い時、誰もが味わう不安や挫折、恐怖などの負の感情。それらを乗り越えるためのちょっとした勇気を与えてくれる夢の中の存在。これらのテーマをあえて言葉ではなく映像のみの演出で語ることで、本作はより普遍的な物語となった。普遍的ということは、プレイした人の数だけ物語があるということじゃ。本作の魅力はまさにこれだと思うのじゃよ。次回はエリオット編ということで、開発スタッフの方々に焦点を当てて紹介していく予定じゃ。では、次回もよろしくな。